ンパクトちゃんにとっての試練が。おお、なんか変なの釣れた。多分魚来た。結構強いね。家いらないなって思った。これがあればね。これはサンデーコンパクトっていうタイプのモデルになります。スズキのキャリーだ。軽トラベースだ。うん。で、ナンバーが800だから、キャンピングカーだね、これは。サンデー RV さんのサンデーコンパクトっていう車なんだけど、それをお借りしてこれから旅に出ます。イエス、超楽しみ。超楽しみ。いやー、ほぼ初めてだよね。軽キャブコンはもう初めてだから。実際に使うの。そうだね。結構今までビルダーで見て紹介するみたいな動画出してるけど、今回実際に使うからもう全然違う。全然違う。荷物とか積んでみたりしたんだけど、まだ全然収納を活かせてない感じがあって、どこをどう使っていいかまだ分かってないから、旅の中でちょっとずつ分かっていくかなみたいな感じかな。ベース車はキャリーのオートマ4駆かな。で、ターボはなし。これで高速とか走ってどうなるのか。予期せず、今台風が急接近してるところ、明日、明後日でちょうど来ちゃうんだよね。ちょうど勝ち合ってしまうとはっていう感じで。ターボが入ってない感がある。ターボない感はある。ターボない感を今感じてます。加速はちょっとゆっくりね。ターボがあったらもうあれ乗用車並みに走るから。車高が 2.8 メートルなのでちょっと注意だね。70キロが限度だな。ゆっくり。相当無理しないと80まで出ないもん。あんまり無理したくはないな。リクライニングできるのがちょっと救い。そう、これオリジナルのシートをつけてるって言ってたよね。背抜きにしてシート変えてこうリクライニングできるようになって。普通の軽トラだったらこう。そうだね。後ろにもここで区切られちゃってるから、ここはもうぶつ抜かれて後ろと一体化してるけど、こういう感じでリクライニングがここがちょっとできる。中央道の湖畔車線なんだけど、ベタ踏み行くよ。はい。ベタ踏みでも70キロいかないわ。70キロ弱ぐらい。で、エンジンの回転数が結構やばいことになってて、本当。いっぱいいっぱい。なるほどね。やっぱ坂道はちょっと弱いかなっていう。かなりしんどいね、高速は。横に大型トレーラーとか通るだけでも結構ブワってハンドル取られる。結構背が高いからね。高速の運転は結構気をつけた方がいい。安定性もなかなか普通の車に比べたら悪い。慣れが必要。運転も慣れが必要ですね。談合坂でお昼だね。好きや。なんかすき家感がないね。なんか談合坂特別メニューみたいななってた。ちょっと高い。談合坂価格に。ごちそうさまです。様です。トゥルルトゥルルトゥン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 。大きめサイズにしたのね。ワンチャン乾杯。キャブコンのいい点ね、めっちゃ目立つ。あそこだってすぐわかるね。めっちゃわかる。スリーブ。餌を買わないとね。かっこいいな。ペダに向かってます。はい。サンデーコンパクトちゃんにとっての試練がここから始まる。やばいよこれ。この辺結構勾配きついから。この峠はね、結構きついんですわ。俺の経験上でも最強クラス。ペダの峠は。今ね、ドライブからセカンドに落として、8割ぐらいベタ踏み。
で、2、30キロってところ。なるほど。速さは。後ろから来る車、バイクすべて前に行ってもらってます。台風の気配がムンムンなんだけど。なんか風強まってるよね。ちょっとその木々を見てもらうと結構揺れてるんだ。向かい風だね、これで。一応さ、明日は風弱まる。明日だけ風弱まる予報になってるんだよね。出発前ではそうなってた。うん。まあ無理になったら多分、ボート自体借りれないはずだから、あ、そうそう、ボートを借りて釣りをしようという計画なんだけど。でここからこのペダの峠の下りがやばいんだよね。下りも結構怖いよ。半端じゃないから。くねくねがすごいから。カーブが。マジでこれ、遠心力だけは気をつけて。うん、カーブは超減速する。そう、背が高いから。そう。2.8 メートル。マジでこれ気をつけないと危ない。下回りは強化してるらしい。うん、言ってたね。前言ってたよね。うんうん。だからスタビライザー入れたりとか、スプリング強化したりとか、独自でやってるらしいんで、うんうん。その辺はちょっと安心材料では。はい。絶景スポット。絶景スポット、ここが。ちょっと変なテンションになってるわ、今。うん。楽しみすぎて。辰夫とみこ市場だとキャンピングカーが初めてすぎるから。うん。ちょっとテンションが狂ってきてさ、どうすればいいかわからないから、これ。これ道の駅で温泉がついてる道の駅です。源泉かけ流しの温泉がなんと500円。500円。あ、これが映んだ。そうバックカメラが。俺これ見てなかったわ。見てなかったの。上見てたわ。そう上もこれ映るし、こっちもバックカメラも映るっていう。よいしょ。シャキーン。ストリップランプ。めっちゃ明るい。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 まだね、完全じゃないけど、出発の時点である程度収納はしてきたんだよね。うん、すっごい雑に。うん。こいつらがちょっと、冷蔵庫とポタデンが。うん、使いこなせてない。もう、ここには何度来たかわからないぐらい来てんだよ。ゆるキャン。500円玉あるぜ。あ、本当？500円玉もあるだ。はい。バイバイ。待って、なんかいつもの癖で海子待つ間運転席に来たけど、これキャンピングカーだから後ろで待ってりゃいいじゃんっていうね。この状況で照明つけると外から丸見えになるんで、まずシェードを上げてから、これカーテンも閉めて、でタラーン、最高の大気環境じゃんこれ。最高。気持ちよかった。今日は、いつも通りの美浜岬に行って、で明日ボート釣り。はい。天気予報見たらできそうだった。ギリ。あ、よかった。5メートル風速。結構強いけど、山側からこう吹き下ろす風だから、ちょっとかわすと思うんだよね。ちょっとあんまり沖に出過ぎないようにしようかね。で、一応予約をしといた。ありがとう。もし誰も予約入れてなかったら多分おっちゃん来ないから、予約しといた。はーい。締め切った状態だと若干暑いよね。ね。外ビューがこれはかどるの、電気で。うん。どうやってつけるの？ああ、いいね、網戸。あ、いたいた。開いたよ、開いたよ。ここにスイッチがありました。あ、で、主電源がそこなんだ。へえ。あ、これ電気。ライト。明るいね。インアウト。また。どっちから出すか。今、上に出そう。アウトにしよう。アウト。こっちから風が入ってきて、上に抜けるようになる。めっちゃ入ってきた。やばい。キュールキュール。めっちゃいいじゃん。何これ。これいいね。
一旦腹減ったから飯を食べましょう。そうしましょう。ちょっとビール取っていただけませんか？あ、はい。朝日と恵比寿行こう。しゃあ。おお、ハマった。すげえ。初キャンピングカー車中泊乾杯。バイババイイ。バイ。なんか充実空間や。いや、もうこうなっちゃったらもう家だよ。キャラバン以上の居住性あるよ。走りは良くなかった、正直。下道なら全く問題ない。峠と高速は結構やばい。怖い。ただもう、車中泊場所に着いちゃったら、こっちのもん。こっちのもんですね。もう無敵だよ。下道でのんびり回る人向けって感じかな。早速さ、このさ、シンクを使いたいんだけど。シンク使おうぜ。あ、ベンチレーターのライトがキッチンライトとして使えるって話か。ウォーターポンプのスイッチがこそこだ。今入れた。はい。おお。おお、なんか初回だからね。今の初回限定のイベント。初回限定村水がホース内に行き渡るまでバフバフなるやつ。普通に出ます。いきなり洗い物から始まっちゃってすいません。ポータブル電源はね、これ念のため持ってきてんだけど、基本はサブバッテリーでいけるはず。で、まあ冷蔵庫が強いて言うならね、冷蔵庫が装備されてないから冷蔵庫は持ち込みました。釣り具とかも持ってきてんだけど、釣り具はもう基本的にこの中に全部ぶち込んだ。釣り具とあとキャンプ道具か。こことここの椅子の下が収納に なってるからそこに全部入れたと。で、衣類とか、衣類ここにあります。ここは何？これも俺の洗面用具。で、ここはドローンとか三脚とかね。で、こっちに海子のこれも俺のエヴァンゲリオン、これだから雑にぶち込んでるけど、もっと整理したらもっと入るね。これ海子の衣類だね。で、ここの収納とかまだ使えてないもんね。こことかにぶち込めればベスト。これなんか釣り。さっき買った釣り具が入ってます。さっきの買った炊飯器を使おうと思います。このシンクに蓋ができるから、その上が調理台になるんだ。めっちゃいい。そこにもコンセントがあるんだ。めっちゃ使いやすい。はいはいはい。ここにもあるけどね。ここは冷蔵庫で使ってるんだ。結構パワーでねじ込むタイプの。じゃあ炊飯スタートしちゃいます。いいです。ここ。もうインバーターはね、初っ端から動かして、インバーターからこの冷蔵庫稼働したまま来てる。ずーっと運転してきたから、もともとね、借りた時点では 60% ぐらいだったんだけど、99% だね、ほぼ 100%。素晴らしいね。サブバッテリーが、これ400アンペアアワーの結構大容量のやつ積んでるから、まあ400あれば、この照明と冷蔵庫つけっぱでも、まあ何日かは持つっていう感じ。で、これね、エアコンがついてるから、エアコン使う場合を想定して、結構400っていう大きいバッテリーを積んでるんだと思う。この料理もさ、何の苦労もないもん。K のキャブコンってさ、キャブコンの中では一番小さいやん。それで十分広いんだよ、2人で使う分には。十分。これで馬力があれば、馬力と安定性がもうちょっとあれば完璧っていう話だよな。俺ら初めて自分たちのものではないキャンピングカーで泊まってるけど、すげえわ。学びが多すぎる。いい点と悪い点がいろいろ見えてきて、例えばターボ付きの K のキャブコンだったらどんな感じなんだろうとか、もう一回り大きいキャブコンだったらどんな感じなんだろうとか気になる。気になるね、他のも。特にキャブコンが気になる。バンコンはもうボンゴと軽バンとキャラバンでやったから大体分かってるつもりなんだけど、まあ自作なんだけど、やっぱビルダーさんが作ってるのはやっぱすごいね。すごい。本当の家みたいな完成度に感動してるわ。それはしかも俺が一番好きな車中飯や。だろう？豚肉のニンニク味噌焼き。俺の最もフェイバリット車中飯。どうですか？久しぶりじゃん、この。そう。立てるキッチン。そう。確かにキャラバン以来じゃない？以来なんよ。だから結構嬉しくて。2 times 2スタート。はい。来てんじゃね？来てる。これ、それ IH の手よ。
てか確かに、海風キッチンこれ、超久しぶりじゃね？久しぶり。でさ、エブリィにしてからあったさかくなっ、てえあったかくあ、なってきもう聞いてるね。エブリィになってからひたすら簡易的なこれでやるやつばっかりだったけどさ同。時調理で。まあ、それも楽しいんだけど、いろいろ工夫するっていう意味で。これエブリィだと食べられなかったから、だから久しぶりなんだ。今分かったわそ。うまあ、同時調理でちょっと煮込むっぽい感じになるけど、作ったことはあるね。まああるね。うん。どっちかって言っても俺こっちでやった方が好き。焼きだとやっぱ味、風味違うよね。これちょっと強めてみる。強める。IH と炊飯器で1000ワットぐらい出てるね。マックスで。うわ、結構強いね。結構火力強い。ミドルにしよう。これ焦げるわ。押すときどかされる。鍋がでかいから。あ、ピーマン入れるの忘れてた。できた。ちゃんと炊けた。うん、いい感じ。これで一通り料理が終わって終わりましたね。残量は93% だ。全然余裕じゃん。余裕だね。じゃあ海子こっちで俺がこっちにする、これは絶対うまい。あと照明が超明るい。いいただきまーす。ただきます。乾杯。乾杯。いただき。いただきまうん。ーす。うまい。現時点でまだこの収納を全部使いこなせてない感じがするんだけど、最初ね、ちょっとこの中に物入れてたりしてたんだけど、ここに冷蔵庫があるから、ちょっとここは使いにくいなと思って、ここに入れてたやつを上に移してみた。それでもまだこの隣を全く使っとらんからね。そのキッチンボックスに入れてるやつを収納ができたらいいんじゃないかな。これができたらかなりスッキリやね。でも虫が入ってこないのもいいな。あ、それもいい。虫の心配一切いらない。ほい。ありがとうございます。肉足んなかったね、ちょっと。ちょっと小さめだったね。倍食べれたわ。うん。マイフェイバリット車中飯だから多分いつもの倍必要だったかも。そうだね。これで、肉をスプーン代わりにしてこ肉で、持ってく。いただきます。久しぶりだねこれ。これ久しぶり。やっぱね、ちゃんとしたキッチン必要だわ。丁寧にこそげ取っておりますね。何を言ってんだよ。こっからが本番だから。あれ、米はもうなくなったのでは？サラダにかけるんですけど。なるほど。これに行くのね。これだけで米大盛り一杯ぐらいはいけるけど、このカス。カスって言うな。カスが一番うめえんだから。いや、カスじゃないよ。これエッセンスだよ。本質ってこと？そういうことだ。エッセンシャルってね、カスサラダです。カスって言うな。あ、グルちゃん移動した。グルちゃんもね、見守りカメラで見ながら。今夕飯食べ終わってもこういう状態なんですけど、今思ったんやけど、キッチンの前の壁って白いじゃん。だからここにプロジェクターを置いて、この白い壁に投影させることができるんじゃないか、と思った。廃人になれるわ。なれる。余裕でなれる。いや、だから家いらないなって思った。これがあればね。まあ、キャラバンですら最長で1ヶ月ちょいぐらい旅できたもんね。あ、そうだね。あの時も普通に住めるなって思ったけど、それ以上だから、キャラバンっていうのは。今私らここに、この今いるリビングスペースにおるけど、ここともう一つこのバンクベッドという、この空間もあるからね。またグルちゃんの生活スペースがあれば。これ今、私たちが今回使わせてもらってるのが、旧モデルみたいな形になって、この網戸がついてるんだけど、これがなんだろう、ちょっと柔らかい素材
なのね、普通の網戸で、これがやっぱペットがいるご家庭とかだと引っかいたりしちゃうから、新しいバージョンはなんか金属の丈夫な網になってますっていうことで、新バージョンはいろいろアップデートされてるっていう話だったね。ありがとうね。まず拭いてから洗う。うん。拭く以前にカスをこそげ取ることで、それはもうすでに洗い物が始まってるっていう、洗い物の一環でもあったんです、あれは。ああ、なるほど。ラーメンの汁も一緒で、ああいうのはもう全部飲み干すことで洗い物が楽になる。車中泊のコツですよ。なるほど。軽バンと軽トラの車中泊に慣れすぎて、ほぼ洗う必要がない状態まで持ってこれちゃった。拭きのプロってこと？拭きでもう、だってもうこれももう終わりだし、今あれだな、除菌ティッシュで仕上げしてる。ティッシュの空拭きの後で除菌ティッシュでこれ拭いたらもうこれでもう終わりやん。こういうところで軽バンの経験が生きるね。キャラバンの時とかほぼ全て水で洗ってたからね。洗ってた。一切拭かずに、洗い物が必要そうなのこれぐらいだもん。包丁、ご飯をついだスプーンで、このフライパン。あ、てかスプーンとかを水につけときたい。しばらくふやかす。水は素晴らしい。綺麗になる。なる。ここをロックを解除して、そこで。はい。そしたらもうロックして。借り物のキャンピングカーなんで、シーツを敷いて、その上で寝ます。バンクベッド泊じゃん。そうだ、初めて。念願の。マジで2人で余裕で寝れるね、これ。この広さ。バンク側は足にして細まってるから。めっちゃ広い。しゃ、これで寝よう。ベンチレーター回しっぱなしで、両窓あるんだけど、右は閉じてあって、左のバンクベッドの窓をここから網戸にして、あ、冷気入ってくるね。涼しい風入ってきてる。あ、いいね。これでこういう空気の流れができる。おやすみ。じゃあまた明日。明日は4時半起きだから。朝ですよ。寝坊ですよ。もう5時半だよ。気づいたんだけど、ここにね、ライトがあった。そして布団から海が見えるの最高だね。もう明るい外。しゃげー。早い。バンクベッド最高だわ。トイレめっちゃ綺麗。釣り竿はね、この辺に入れてあるんですよ。釣り道具全部この下にまとめた。このような感じで、クーラーボックスとか、もうそのまま持ってくようなカゴとか、バケツとか、ネットも入ってました。ここにダイソーのロッドはね、ギリここに入るんで。俺のジギング用のロッドだけは、唯一それだけ。ちょっと長くて入らなかった。なんかさ、結構びっくりした。釣り道具が入るかなって思ってたけど、余裕だね。準備完了。行こうぜ。富士山めっちゃ綺麗今日。この辺の方言で一番語尾に「ら」がつくみたい。超かわいいよね。かわいい。まずはここでロープは短くしよう。あ、どうしたの？車に昨日買った餌とか置いてきた。これは忘れるわ。オキアミとか、サビキの針とかも忘れてた。釣れたじゃん。
超極小カサゴそんなちっちゃいカサゴ初めて見たんだけど。ごめんね。いや、そいつ多分大丈夫だと思うよ。生まれたてのカサゴじゃん。ペットにしたい。お、なんかかかった。お、なんだなんか変なの釣れた。何これ、何こいつ。画像検索によるとこいつおじさんだ。食べようおじさん初めて釣った。初おじさん。氷にズドンって大掃除草引きでおじさんが釣れました。今晩のおかずは確保できたから、おじさんがね。もうあとはあれだよ、余生だよ。あ、めっちゃ小魚来た。なんか食った。なんだ。この方結構重いぞ。これまた変な引きだな。おじさんってエソとフグ。エソとフグ。何これ巨大北枕じゃないの。あ、これ猛毒のフグだ。こんなでかい北枕初めて釣ったわ。タンパク源が増えた。エソと北枕すごい組み合わせだ。初めてだ、そんな。あ、なんかついた。あ、極小の大モンハタだ。かわいい。いや、こいつとかね、飼育したら超懐くと思うよ。あ、泳いでった。あ、よかった。多分魚来た。ゆっくり落ち着いて。ああ、敷いてる。ああ。なんだ。なんだ。あれ？タナゴ？あ、タイだ。タイじゃん。ちっちゃいね、これ。出した方がいいね。ちっちゃいけどマダイだね。おめでとうございます。タイ初じゃね。初めて。かわいい。綺麗だね。13センチぐらいかな。ありがとうございます。富士山をバックに海子が初のマダイ。おめでとうございます。でも、ちょっと小さいの。おめでとうございます。ほら、こんなすごい魚が釣れてんだ。なんかおじさんの色がなんか全然違くなってる。なんか赤くなったね。ドピンクになったね。あ、俺知ってるおじさんこれだもん、色。ウォーターポンプオンにして。じゃあそれ出るんじゃね？出るかね。これちなみに鍵がついててこうパカッと開けるとシャワーが出てくるんだけど。へえ。あ、出た。すごい。結構いいよこれ。外シャワー使う。あ、足洗うか。外シャワーいいね。これいいね。ちなみに給水タンクはここにあって満タンにしてきたんだけど。どのぐらい減ってる？まだ7割ぐらい残ってる。昨日洗い物ちょっとして、そんぐらいだからね。歯磨きとかしたぐらい。歯磨きだね、あとね。シャワーで一通り洗った。めっちゃ灯台が工事されてるね。これはちょっと斜めにしないと。あ、でもいける。こいつの出番は今回はなしです大物現れず。大ジャケ入ったすごいね。素晴らしい。閉めます。おお、釣り道具がもう収まった。こいつ以外。いやー、最高のくつろぎ空間だわ。
特に何もレイアウト変更しなくてもこのままくつろげちゃうっていうのがいい。やっぱりいいね。それがキャンピングカーだったら普通なんだけどね。最高。最高だ。サブバッテリーは 75% 残ってる。でシートベルトつけて後部座席座ってます。そう、後ろにも座れるんだよね。シートベルトがついてて。はい、試練の道に入りました。なんかね、もうぐねぐね山道なのでね、ゆっくり行きましょう。峠を通らないとどこにも行けないからね。そう、隔ってね、この道が一本道みたいだけ、な感じになってるよね。そう昨日やってなかったんだけど、ローにしてベタ踏みにしたら大体いけるわ。あ、本当。昨日ずっとセカンドやったもんね。そう。大体2、30キロは安定して出せるわ。ローでベタ踏みだったら。2、30キロ。うん。最高だわ、ロー。けどさ、一番傾斜きついところは過ぎたね。過ぎた。それもね、ローでなんとかいけたよ。乗り切れた。うん。下りここからもう下り。なんか勢いよりちょっと距離あっさりだよね。距離が短いのかな。傾斜が急な分距離が短いかも。そうかも。マカロニ。三島のマカロニマーケットにここでガツ食いします。ベーカリーもある。これは取り放題。まずはパンでね、パンで開始ですよ。ね、これ距離遠くない？遠いよね。ごちそうさまです。満腹です。満腹です。食べまくった。給油ですね。イエス。ああ、下がレギュラーって書いてある。なんか垂れた。20大丈夫？21リットルぐらい入ったね。